昭和歌謡和洋折衷の黄金比多国籍音楽の煮込み料理。ふふ。ああ、これ最高。あ、前さん、最近、昭和の古い歌、いわゆる歌謡曲にハマってるんですよ。SNS の動画とかでもよく流れてきますけど、この時代の曲って今のポックスとは違う、独特の濃さというか、ドロドロした熱量がありますとね。おしゃれでと快適なんだけど、どこか泥臭くて、なぜか泣けてくるというか。ガク君、それは非常に鋭い本質をついた感覚ですよ。昭和歌謡の正体はいわば多国籍音楽の煮込み料理なんです。煮込み料理？音楽なのに食べて美味しい系なんですか？はい、ジャズの躍動感、シャンソンの物語、演歌のドロドロした情念、それらを高度経済成長期の熱気という強火で一気に煮詰めた結果なんです。今日はなぜ昭和歌謡が最強の和洋折衷になれたのか、そのヒットの法則と日本人のアイデンティティを解き明かしましょう。まずは昭和歌謡が生まれた土壌を見てみましょう。戦後日本には占領軍とともにアメリカからジャズやロックが、ヨーロッパからはシャンソンやカンツォーネが大量に流れ込みました。当時の日本人は敗戦の虚脱感の中で新しい西洋の光に飢えていたんです。米軍の進駐軍キャンプが若き音楽家たちにとって最高の学校でした。そこでアメリカ兵を踊らせるために必死で洋楽をコピーし、体に叩き込んだ。ああ、その必死なハングリー精神が日本ポップスの基礎体力になったわけだ。でもただ真似するだけじゃ私たちが聴く日本の歌にはなりませんよね。その通り、ここで日本独自のフィルターが強力に働きます。日本人の耳に馴染むヨナ抜き音階という伝統的な高音のメロディ、これに西洋の激しいリズムを強引に合体させたのが歌謡曲なんです。象徴的な曲に坂本九さんの上を向いて歩こうがあります。これ実は世界中で大ヒットして、海外ではすき焼きと呼ばれました。全米ビルボード1位なんて今考えてもとんでもない、震えるような快挙です。なぜ世界で受けたのか、それは構成が究極のハイブリッドだったから。メロディは日本の民謡と同じドレミソラだけのヨナ抜き音階でも、元祖は当時の最先端ジャズのような軽やかで洗練されたスーイング感、寂しい心をおしゃれなリズムで包むという奇跡の配合が成立したんです。日本人の魂に響く伝統の出汁を洋楽のスパイスで仕上げた究極のスープだ。次に煮込みの隠し味、具材を詳しく見ていきましょう。まず欠かせないのがフランス由来のシャンソンの物語性です。シャンソンは一曲のドラマと言われるほど言葉の演劇的な力が強い。昭和歌謡の歌詞が妙に視界がかっていて情景が浮かぶのはこの影響です。越路吹雪さんのように一曲聴くだけで映画一本分の感動を味わうスタイルですね。確かに歌詞に起承転結があって主人公の体温まで伝わってきます。さらにそこに日本人の情念そのものである演歌のエッセンスが混ざる。演歌特有の小節は西洋音楽からすれば音程の乱れでしかないですが、歌謡曲ではこれがやるせない切なさの表現として絶妙に機能しました。ハイテクな洋風の服を着て心は武士や町娘、このギャップがたまらなかった。ああ、僕がやるとただの音痴だ。その黄金比を完成させたのがプロの職業作家たちの存在です。堤恭平さんや阿久悠さんといった天才たちがしのぎを削りました。彼らは洋楽の最新トレンドを恐ろしい速さでチェックし、それを日本人の情緒に合うように1音1語単位で翻訳したのです。例えば石田あゆみさんのブルーライト、横浜あれ、ベースラインは完全にアメリカのモータウンサウンドそのもの。でもメロディはどこか日本の懐かしい民謡のような叙情をたたえている。ドップという洋風のビートで和風の寂しさを歌い上げる。当時の若者はナウイと感じ、大人は心地よいと感じた。全世代を一瞬で一つの曲に釘付けにする、まさに魔法の翻訳機ですね。なぜこれほどまでに混ぜる必要があったんでしょう。それは高度経済成長期の日本人の引き裂かれた心の反映でもあります。昼間はスーツを着て最新のビルでバリバリ働き、欧米に追いつこうとする。でも夜になれば一杯の酒とともに失われた古い故郷を思って涙する。近代化したい欲望と伝統を守ったい哀愁、この相反する2つの自分を同時に癒す場所が昭和歌謡だったのです。おしゃれなジャズのリズムに乗せて故郷の哀愁を全力で熱く歌う。都会の真ん中で誰もが一人で戦っていた時代の青春のオアシスだ。だからこそ歌謡曲は
あんなにドラマチックで時に過剰なまでの情念が必要だった日本人のこの確率を悪友さんは歌詞の中で鋭く描写していきました。単なるみんなの歌から私の歌へと意識が変わっていった瞬間です。またメディアの進化も黄金比の普及を強力に後押ししました。テレビの普及により音楽は耳だけでなく目でも楽しむものに、派手な衣装、印象的な振り付け、そして一発で覚えられるキャッチーなサビ、これらがテレビの正方形のフレームに収まるように綿密に設計されました。ピンク・レディーの UFO なんてまさにその計算の頂点です。宇宙という未知のテーマに歌舞伎のような見栄を切るダイナミックな動き、子供からお年寄りまでをテレビの前に釘付けにする究極の国民的娯楽。振り付けを真似する子供たちとそれを見て笑う大人、お茶の間という一つの共同体が同じリズムでつながっていた最後の日々ですね。さて昭和歌謡の煮込みは80年代にさらなる進化を遂げます。それが今世界中で再評価されているシティポップです。山下達郎さんや竹内まりやさん、松原美樹さんの世界観ですね。はい、僕が聞いてたのもそれです。あれも昭和歌謡なんですか？講義にはそうです。ただ煮込みの比率がガラリと変わりました。それまでは和の出汁が強かったのですが、シティポップは洋の洗練された都会的なアレンジが主役に躍り出た。しかしその洗練されたメロディの根底にはやはり歌謡曲の切なさが流れています。この絶妙な和洋のミックス感と高度な技術こそが現代の海外リスナーを引きつけてやまない独特のエキゾチズムの正体なんです。言葉はわからなくてもあの黄金比の心地よさは人類共通なんだ。昭和歌謡を学ぶことは日本人の驚異的な適応力を学ぶことでもあります。外から来た異質の文化をただ鵜呑みにするのではありません。自分たちの感性と激しくぶつけ合わせ、全く新しい価値を創造する図太い強さ、この貪欲なまでの融合精神が現代の日本のポップスの骨格を作ったんです。ヨナ抜き音階という日本人の DNA に刻まれたメロディがあるからこそ、どれだけ洋風に味付けしても最後には私たちの歌として帰還できる。今の J-POP の多様な広がりも昭和歌謡という巨大な煮込み鍋の恩恵。なんだかあの古い曲たちがすごくパワフルな生きた武器に見えてきました。単なる昔の夏メロで片付けるにはあまりにも熱量がすごすぎる。昭和歌謡、それは激動の時代を駆け抜けた日本人の情熱と神采な美意識が結晶した音のタイムカプセルです。もし街角でふと懐かしいメロディが流れてきたら、その裏に隠された和洋折衷の黄金比をぜひ感じてみてください。僕はこれからもっと深く中古レコードの海に潜ってきます。前さんのおすすめの隠し味が効きすぎてる曲をたくさん見つけてきます。それなら細野晴臣さんが手掛けた初期の歌謡作品なんて最高ですよ。この複雑なリズムと日本の自叙情が恐ろしい精度で溶け合っていますから。今日は昭和歌謡の歴史とヒットの法則について解説しました。皆さんの忘れられない震えた昭和の一曲は何ですか？初めて聴いた時の衝撃や家族と歌った温かい思い出の曲など、ぜひ熱いコメント欄であなたのエピソードを教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。